ご理解第7節。天地金の神は昔からある神ぞ。途中からできた神でなし。天地は流行ることなし。流行ることなければ終わりもなし。天地日月の心になること寛容なり。信心はせんでもおかげはやってある。天地は流行ることも終わることもなし。しかれども人間の住む地球上にはどんな変化があるかわからない。今地球は寒天基地にさらされている。そのような現状の中でも特に地球上にさまざまな大きな変化が起こっていることも由々しきことと思われます。神様はいつも人間氏子を中心にお働きくださってあることを思うとき、人間もまた神様中心の生き方にならせていただく生き方を悟らねばならぬ重大な時期にあると思います。すなわち、寒天基地を寒天基地に、その働きを受けるには、信心はせぬでもおかげはやってあるおかげに気づき、心音放射の神様中心の生き方を身につけねばなりません。我が心自体を世界に開く運動がいよいよ急を要します。我が心をいただく。我が心になることを目指すと言います。おかげは我が心にあり、だから我が心になろうといたします。その和らぎ喜ぶ心ですね。信心をする。何のために信心をするのか。なぜ信心をするのか。といったことが問われることがあります。大抵はやはり困ったことにおかげをいただきたいから、自分の願いを叶えてほしいからということ、困った時の神頼みと言われるようなところから入るのだと思います。そしてまた信心はご神徳をいただく。その神様のご信用をいただくことを目指すのだとも言われます。おかげをいただこうとする信心とご神徳ですかをいただこうとする信心とはどう違うのか。その例えば私どもが自分のために信心をする。自分が例えばお金儲けで言えば自分がお金を儲けるために商売をする、仕事をするというのでしょうか。これでは例えば自分が幸せになることのためにおかげがいただきたい、お得をいただきたいというのもあまり変わらないように思いますね。おかげ信心もお得信心もあまり変わりがない。それは自分の我情我欲を満たそうとするための信心だからですね。何を言いたいかというと、お医者さんになりたいと人が思います。二つあると思います。一つはお医者さんはお給料がいい。だから給料がいいから医者になろうという人。またもう一つは世の人々を助けたい。病気で困っている人を助けたい。だからお医者さんになって病気の人を助けたいと、人を助けることのためにお医者さんになろうという人がおられますね。信心も最初のうちは自分がおかげをいただきたい、
自分が助かりたいというところから入るのがほとんどだと思いますね。人様を助けたい。あの人の難儀を助けたい。だから私が信心させていただこう。という人はなかなか少ないと思いますね。しかしまずは教祖様も我が身の上におかげを受けて後に人を助けてやるともおっしゃっておられるように、まずなるほど、この信心をこうすればおかげがいただかれるのだ、我が身の上におかげがいただかれる、助かられるのだというその信心体験を持って、そしてさらにそこから人様が助かっていただく、そのために信心をさせていただくという信心に育っていかねばならないということではないでしょうかね。お得をいただく。何のためにお得がいただきたいのか。自分が幸せになるためにお得をいただく。というのではなく、人様を助けたい。そのためにはどうしてもお得をいただく。力をいただかなければ人を助けることができない。いわばお医者さんならお医者さんの医術を学び身につけなければ人を助けることはできない。そういう人様を助けることのために医術を身につけようとする。人様を助ける、人様に助かっていただくことのために信心を、より一層信心を身につけよう、ご神徳を身につけようとする。私どもの信心がただ自分の身の上におかげを受ければよいというところの信心では、神様が喜んでくださるとは思えませんね。もちろんそこから入り、そのことも大切ですけれども、そこからさらにもう一歩進んで、人様が助かることのために、それこそ人が助かるような働きを表せれる私になるために、そのためにご神徳をいただきたい。そのために信心をさせていただきたい。朝参りなら朝参りをする。それは自分が困ったその難儀のおかげをいただきたいから朝参りをする。それももちろん大切ですけれども、そこからさらに進んで、私の朝参りが人の助かりにつながるのだ。私の朝参りをすることによって人様が助かってくださる、そういう働きを表せれる私になるのだ。そのために信心をさせていただくのだ。人が助かることのために力をいただきたい。お得をいただきたい。その人様が助かっていただくお役に立たせていただきたい。その働きを表せれる私になりたい。というところに心がというのでしょうか、心根というのでしょうかが向いてこなければならないと思いますね。そしてそうなった時に初めて師匠がよくおっしゃっておられましたが、信心は限りがないねとおっしゃっておられましたが、限りのない信心、限りのない精進ということになるのではないでしょうかね。自分がおかげをいただくというところでは、もうこの程度で良いと、何と言いましょうか、これくらいおかげをいただけばもういいかとほっとするようなものがありますけれども、世の人々が、それこそ難儀な人たちがおかげをいただいてくださる、助かってくださるための信心となると、もうこれは限りがありませんね。
どうでも焦点が自分が助かればよいということのための信心から、人様に助かっていただく、そのための力をいただくための信心へと育っていかねばなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。